ニヤニヤ担当者だけじゃない白バス暴走事故元名監督和歌山哲夫の転落と無責任の経済構造。事故の発生と逮捕。2024年5月6日、福島県の磐越自動車道、新潟市の市立北越高校男子ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが右カーブを曲がりきれず道路脇に突っ込みました。バスを貫いたガードレールが高校3年生の稲垣大翔さんを直撃し、17歳の命が奪われました。バス会社の担当者が会見でニヤニヤしていたと炎上していますが、それだけではありません。すでに逮捕者が出ています。運転していたは68歳の無職男性、和歌山哲夫。彼は過失運転致死傷の疑いで現行犯逮捕されました。名監督から危険運転常習者へ。和歌山は新潟県陸上界で名の知れた存在でした。青森県出身、早稲田大学文学部で陸上部に所属し、卒業後は体育教師に、陸上部監督として県大会場連行を率い、箱根駅伝選手を輩出した実績もありました。俺の指導を受ければ早稲田に入れると思うも、熱血監督の顔を持つ一方、裏では強引な勧誘、危険運転、そして酒とクラブに溺れる姿がありました。新潟古町の高級クラブでのに歩く姿がたびたび目撃され、離婚後は孤立、自損事故を繰り返しながらも免許返納すると口にして実行せず、手の震えや判断力低下を見せながら運転の仕事を続けていた異常さ。それが17歳の命を奪う結果になりました。違法運行白バスの構造。事件の核心は白ナンバー車両による白バス運行です。営業目的で白ナンバー車を使う行為は道路運送法で禁止されています。第96条第100条に基づく刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。法人に対しても両罰規定が適用されます。事故のバスを手配したのは神原鉄道株式会社。車両はレンタカー、運転手は外部委託、つまり正式な営業用バスではなく無許可の白バス運行でした。営業担当は費用を安くしたいという要望があったと発言。顧問の寺尾氏は正式な営業バスを依頼しただけと反論。両者の言い分は真っ向から食い違い、責任の所在が曖昧なままバスは出発しました。契約書も安全管理記録も存在せず、それが命を奪った最大の構造的欠陥でした。責任と損害の金額。和歌山個人には過失運転致死傷罪が適用。法定刑は懲役7年以下または禁錮。さらに報酬を受け取っていれば道路運送法違反懲役1年以下罰金100万円以下も併合されます。実刑の可能性は高く、68歳という年齢を考えれば人生の最後を刑務所で終える可能性があります。損害賠償は死亡1人当たり5000万から1億円が相場。芝居席の上限4000万円を超える分は民事賠償として本人会社学校が負担。被害者1名負傷者多数の今回、総損害額は推定3億から5億円。経費を安くしたいという判断が何億円という負債を生んだ皮肉な結末です。税法所得行政責任。事件ではもう一つの違法要素税務。和歌山は当日3万3000円の手当を受け取りました。これは実費ではなく報酬です。運送の対価として現金払いされた以上、所得税法上の給与かつ所得に該当します。不申告であれば追徴課税延滞税重加算税を含め最大で約 40% 加算。たとえ数万円でも違法行為で得た所得である以上、課税対象になります。また、和歌山が自治体の非正規職員として勤務していた時期にも運転業務が含まれていたことから、雇用契約違反や報酬返還命令が出るリスクも発生。行政による安全管理責任が問われる可能性もあります。保険適用と企業会計への影響。レンタカー契約では運転者全員の免許証登録が義務。和歌山の情報が未登録であれば保険は無効となり、事故の損害賠償は会社学校関係者への直接請求となります。この場合、芝居席4000万円の保証すら適用外。実費賠償になれば企業会計では数億円単位の損失処理です。刑事処分を受けた企業の損害は法人税法上損金不算入となり、税効果上も補填不可能になります。つまり違法リスク管理を怠ったことで会社の経営そのものが揺らぐ事件でした。名義貸しと委託文化の落とし穴。事故の背景にあるのは名義貸しと丸投げ委託の文化。名ばかりの契約書、担当者任すの経理処理、請求書には人件費という曖昧な記載。顧問教師は内容を確認せず承認。企業も個人の判断として放置。誰も監督せず、誰も責任を持たなかった。この構造こそが教育現場や地方企業に共通するガバナンス不全です。多くの教育旅行や部活動出張でも似た構造が存在しており、学校経理のグレーゾーン会計が全国的な課題となっています。破綻した金銭感覚。晩年の和歌山は家族や仕事を失い、生活に困窮していました。それでも見栄を張り、古町のクラブに姿を見せ続けます。教員の年収400から500万円で高級店に通い詰めるのは明らかに無理がありました。資金を食い潰し、借金を重ね、それでも名監督と呼ばれることに固執。陸上と酒以外に生きる支えを失った男の末路は経済的にも社会的にも破産そのものでした。運転技能を失っても自己評価を落とせず、結果として他人の命まで奪ってしまったのです。社会的制裁と経済史。逮捕後、和歌山の名は全国に報じられました。
教育関係の再就職は不可能。社会的信用は完全に失墜。貯蓄や財産がほぼゼロであれば、損害賠償金は未払いのまま残ります。遺族が相続放棄をしなければ、負債だけが家族に残る。これが経済的死と呼ばれる現実です。刑期を終えても、彼に経済的回復の余地はありません。違法運行に加担した者たちも、社会的制裁から逃れられません。無責任社会の構図。この事件は、個人の暴走ではなく、コスト削減委託依存名義貸しが絡んだ組織的な問題です。学校は予算を削減し、企業は人件費をカット、高齢労働者は生活のために無理をして働く。結果的に誰も責任を持たない空洞構造が形成され、命が奪われました。数字の最適化だけを追う社会が最悪の損失を招いたのです。安全にはコストがかかる。その現実を軽視したとき、経済合理性は破綻します。結び、経済と倫理のバランスを問う事故、白バス暴走事故。これは単なる交通事件ではなく、会計と倫理の崩壊が生んだ経済犯罪。数万円の節約のつもりが数億円の賠償と永遠の信用喪失を招きました。数値で見ても法で見ても最も高くついた安さの代償です。命、安全、法令遵守、これらをコスト扱いした社会に警鐘を鳴らす事件でした。最も安い選択とは最も正しく安全を守ること。数字が語る真の合理性はそこにあります。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。次は学校側の責任にも触れたいと思います。